おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は質問&リクエストフォームから1点取り上げたいと思います。2点ですね。ナット溝を切るときに斜めに切ってあるものもありますがっていう質問がありました。コメント欄だったかちょっと覚えてないんですけれど、あと一つ長文で、もう1点。いつも動画の方楽しく拝見させていただいております。先日自分でナットの溝切りに挑戦した際、ふと思ったことを質問させていただきます。ナットの溝切りをする際は、深さは弦が少し飛び出すくらいで、溝の幅は弦がきれいにフィットするように仕上げるというのが定説になっていると思います。これを自力でやろうとしてもなかなかできず、シックハックしているわけですが、ふと思ったのです。なんで溝は弦の幅に仕上げなければいけないんだろうかと。同じように弦が直接触れるアコギのサドルには溝はほとんど掘られていません。あってもちょっとしたくぼみ程度。ゼロフレットを採用しているギターではナットの溝は弦の横ずれ防止以外にこれといった役目がないように思われます。溝の深さを浅くするのも弦の振動を妨げないためだと言われています。ならばナットの溝というのはそこまで神経質に弦の太さに合わせなくても良いのではないか。多少の遊びがあっても良いのではないかと考えたわけです。当然プロの職人の皆様は美しく仕上げるというのも売りの一つであると思いますが、ナットの溝の深さ、幅、遊びについてのご意見を伺えたらと思い書かせていただきました。こういうご質問をいただきました。ありがとうございます。ちょっと内容が濃いのでまとまるかどうかわかりませんけれど、思うことをつらつらと話していきたいと思います。まず最初にナットの溝がこういう風に斜めに切られているものも見かけるということなんですけれど、私は基本的にまっすぐにしかナットの溝は切りません。で、お客様からどうしてもっていう風な要望をいただければ、その時は斜めに切ることも稀にあります。最近はでもあんまり見かけなくなったような気がするんですけどね。斜めに切ってあるのでよく見かけるのは樹脂製のナットでもう完全に成形されたものをポンってこう取り付けるだけで済むようなナット。牛骨ではあまり見かけないと思うんですよね。最初からもう溝まで完成されたもの、こういうのは多く見かけると思うんですけれど、で、ナットの溝が斜めになってますと、弦は一直線にまっすぐに来ますよね。ここの部分で角度をこういう風に変えてペグまで行きます。ということは、ここの部分で角度が急激にクイッてこうつくことになりますよね。ちょうどこの部分ですね。弦というのは、例えばローフレット側でこう弦をこうやってベンドしたりとか、ちょうどこのナットの部分でわずかにこうやって動くじゃないですか。もし仮に極端な言い方をすると、ここの部分で折り目というかがつくんですよね。癖というか。その癖がついた状態で前後させられると、あまり良くないっていうイメージがわかると思うんですね。じゃあ、ナットがまっすぐな場合どうなるかっていうと、弦はこっちからまっすぐ来て、ちょうどナットの中間あたりから緩やかにこうやってペグの方向へ曲がりますよね。ナットの溝が斜めの時と比べると、まっすぐ来て緩やかにカーブを描いて目的の場所まで行くという。ある一点で突然グイってこう曲がる部分っていうのがないんですよ。なので私はまっすぐの方がいいと思ってます。ちなみにナットの溝なんですけど、溝の成形っていうのはこのぐらいからちょっとこう空間がこう開くんですよ。で、最後はこういう風に空間が空いてフリーな状態になりますから、弦がこういう風にまっすぐ来て、まっすぐの状態に乗っかって、ちょうどここの後半で少しだけこう角度を変えて、ペグの方へ向かうっていうのが理想的だと私は思うんですけれど、どうでしょうかね。それでは今回のメインといいますか、一つの質問の中にいろいろな要素が絡んでるので、一つずつちょっと説明をしていきますけれど、深さは弦が少し飛び出すぐらいが定説。これはですね、ちょっと私疑問を持ってまして、果たしてこれが正解なのかなっていうのが、正直なところです。最初に私の考えを言いますと、深くても浅くても出てくる音にほとんど変わりはないと思うんですね。
強いて言えば見た目ぐらいですか。よくギブソンとかは溝が浅くて、プレーン弦ですらもう本当にちょんって乗っかってるぐらいで、ほとんど弦がこう露出してるっていうようなのも見かけますけれど、ああいう風な形にしてしまうと、激しくこうベンドしたりとか、チョーキングしたりとか、あとはこうストラトで言ったらこうアーミングを激しくした場合とか、たまに弦がですね、溝からパコンって外れる場合があるんですよ。ベースにも多いですね。ベースの4弦とか溝がこう浅すぎて、弾いてるうちにナットからこうバンってこう指板からこうバンと落ちちゃうことがよく見かけます。指板からじゃないや、ナットから。弦の溝っていうのはこの範囲がナットの素材と弦が接する面積ですよね。これは溝が浅かろうが深かろうが基本的に一緒ですよね。もちろん溝が極端にこう浅いとこの接する面積がめちゃめちゃ少なくなっちゃいますからあまり良くないと思うんですよ。もしナットの溝が深いと弦の正常な振幅というか、そういった振動を妨げるかっていうと全く関係ないと思うんですね。ナットの役割というのはバーンって弾いた時に弦が震えますよね。で、その震えた部分をナットの部分に来た瞬間にガチッとこうホールドというか受け止めてあげて、そこのナットから先ペグまでは振動をしないようにするための目的じゃないですか。もしこれがナットの部分で弦がブレるようなこととかがあればミヨーンミヨーンみたいな変な音になったりとか、もしくはナットからペグまでの間の弦が振動してしまってその部分の音が弦音に混じることになっちゃいますから、すごく変な音がするんですよ。なので基本的にナットという役割は、弦の振動をそこでピタッとこう止めてあげることですよね。では次、アコギのサドルにはほとんど溝が掘られてませんということなんですけれど、あれはですね、掘られてません。最初から。掘られてるように見えるんですけれど、それは新しい新品のブリッジサドルに弦がこう押さえつけられて、その跡がついてるだけですね。長年使用していくうちに、その跡がどんどんこう削れてって、深くなって、で、溝のように見えてるだけです。基本的にアコースティックギターのブリッジサドルには弦の溝は掘られてません。切られてません。ただし、アコースティックギターの制作家の方の中には、ブリッジサドルを少しこうめちゃめちゃ幅広にして、で、弦のこう溝をこう薄く切ったりとかっていう風な工夫をされてる方もいらっしゃいます。なぜじゃあ溝を掘らなくても、ブリッジサドルの部分っていうのは弦の横ブレがないかっていうと、これはもう大体想像できると思うんですが、弦が止まってるこの部分からブリッジサドルのこの頂点までの部分っていうのはすごく短いじゃないですか。角度も結構ありますよね。下の方向へ押さえつける力っていうのが非常に強いために、であとここの部分も短いために横ブレのしようがないんですよね。なので弦の溝は必要ないです。で、比較対象としていい例が、ジャズマスターとかジャガーですね。こう、ブリッジサドルからテールピース、ボールエンドの部分までがかなり距離があって、かつ、この角度がすごく浅いじゃないですか。バーンって弾くと、ブリッジサドルのこの頂点から弦がこう、ビヨンってこうずれたりとかするっていうのはよくありますね。で、次はゼロフレットですね。ゼロフレットを採用しているギターでは、ナットの溝は弦の横ずれ防止以外にこれといった役目がないように思われます。ゼロフレットの場合、弦がこう来て、ゼロフレットにこう当たって、ナットの部分で位置がずれるのを押さえ込んで、で、ペグへ行きます。これだけ考えると、このゼロフレットのナットの溝っていうのは、横幅があってさえいれば、浮いててもいいかなっていうふうに思われると思うんですけれど、で、実際たまにこういうふうに浮いてるのも見かけます。で、これは良くないです。必ずゼロフレットから弦が来て、ナットの溝、そこに接してペグへ行くっていうのが正解ですね。ゼロフレットがあって、弦をこういうふうに
1点だけで支えるよりかは、0フレットナットからここまで全体でまんべんなく弦をこうやって支えてあげた方がいいと思うんですよ。で、これはアコースティックギターの、さっき言ったブリッジサドル側でもそういう工夫をしている制作家がいました。確かアービン・ソモジさんの作品だったと思うんですけれど、違ったかな。だいたいブリッジサドルって幅が 2.5 ミリから3.2 ミリとかそのぐらいですよね。以前見たやつはここの幅がですね、めちゃめちゃこういう風に広くて、確かね、どんぐらいだったかな 1.5 センチとかそのぐらいの幅を持った牛骨が敷かれてました。で、当然この場合はここの部分で弦がちゃんとフィットしてないといけないですから、確か弦の溝は軽く掘られてたと思いますね。そうしないとこれ場合によってはここでシタールみたいな音になっちゃいますから、この構造はすごいなと当時思いましたけど、確かアービン・ソモジさんのギターだったと思ったんですけどね。ゼロフレットは基本的に大きな役割としては弦の位置がずれないようにするためもあるんですけれど、同時に、溝の部分もちゃんとこう密着させてあげて弦の振動を下へ伝えるという、そういう役割を担ってますね。では最後に、溝の幅ですね。質問者さんからは、そんなに神経質に合わせなくてもいいんじゃないっていう、多少の遊びがあってもいいのではないかということなんですよね。で、これは多少の遊びを設けてます。完全にぴったりにしてしまうと、ナットの溝の役割っていうのは滑りがいいっていうことも重要なので、若干のその遊びを設けてあげないとスムーズにこう動かないんですよね、そこの部分で。さっきぴったり受け止めるって言いましたけれど、同時にアーミングしたりとかベンドしたりとかチョーキングした時に若干こう動く余裕も作らないといけないので、わずかなその遊び余裕を設けます。09から10とかゲージを気分によって変えてみようかなっていう方もいらっしゃると思うんですね。なので多少の余裕は持たせないといけないと思います。今言ったのは若干の遊びっていうことであって、この図のようにもうアバウトに空間が空いてしまいますと左右にブレることになりますよね。で、ブレるということは先ほども言いました通り、変なミヨンミヨンミヨンっていうような音になったりとか、ナットからペグまでここの間で弦が振動してしまって、ここで鳴る音、爪でこう弾いてあげるとピンピンピンって音がしますけれど、ここの音色がこっちの実音の方に混じって出ることになるので、実際よく見かけますけれど、変な音になるんですよ。なので基本的にナットの溝というのは弦に対してぴったりフィットするように、若干の遊びを設けるということですね。で、それからあともう一つ。ストラトの場合は、弦はストレートにペグまでいってるので、あんまり問題はないと思いますけれど、両側3連ペグの、レスポールとか、ナットの溝がこれだけ広く取られて、弦がこのぐらいの幅だとしますと、ちょっとこれ極端ですけれど、こっちの方向にペグがあるとすると、もしナットの溝がかなりアバウトで広かったとすると、真ん中ではなく、ちょっとこっち側へ寄っちゃいますよね。その面からしても、幅が広すぎるっていうのは良くないです。溝の幅に関してあと一つ注意点としては、ストラトの特に3弦4弦あたり、ナットからペグのポストまで行くこの角度が浅いですよね。そういう場合はナットの部分で下へこう押さえつけられる力が弱いので、割とここの溝の部分でこう不要な振動が起きてしまって、先ほど言ったようなナットからペグまでの間の弦が振動してしまうんですね。で、変な音が出るっていうケースがよくあるんですよ。その場合に関しては、あえて意図的にナットの弦溝の幅をぴったり、もしくは多少きつめに、きつめにっていうとちょっと言葉があれかもしれないですけど、そういう風な工夫をしたりもします。これはケースバイケースですね。ちゃんとチューニングをした状態で弦を鳴らして、
そういった不要な振動が起きてないかっていうのを、確認してナットの溝っていうのは最終的に調整します。はい。ということで、まとめてみますと、ナットの溝は弦が少し飛び出るぐらい定説だっていうことを書いてあるんですけれど、私はそこに少し疑問を持ってます。冒頭にお話しした通り、弦が少し飛び出るぐらいまで形にナットを成形してしまうと、激しくプレイした時とかに、弦がナットの溝からこう外れてしまうことっていうのがあるんですね。なので私は、昔はそういう風なセオリーに従って、弦がこう飛び出るぐらいまで、ギリギリまでナットを成形してたんですけれど、今はですね、もう完全に弦がこう埋まってる状態にしてます。まあ、4、5、6弦に関しては多少こう頭がね、少し出るぐらいにはしてますけれど、プレーン弦に関してはもうほとんど完全に埋まっちゃってますね、私の場合は。で、別にそれによって、じゃあ、音が変わるかっていうと、影響はないと思います。まあ、これに関しては、いや、そうじゃないんだよっていうふうに反論する方もいらっしゃると思います。ナットっていうのは、ブリッジサドルもそうですし、製作家というか、リペアマンの色が出る部分ですね。よく言われるのは、そのリペアマンの技術とかを知りたいんであれば、ナット交換をさせてみればわかるっていうふうによく言われたりしますけれど、まあ、それだけシビアであって、いろいろな要素が絡んでくる大切な部分ですね。深さに関してはこんな感じですね。幅に関しては、先ほども言った通り、ぴったりに仕上げることがまず大前提。で、ぴったりに仕上げるんですけれど、多少のごくごくわずかな遊びも必要ってことですね。たまにキツキツにこう成形してあるナットってあるんですよ。弦をこうチューニングしてる時にピキンピキンっていうような音がするんですね。でそれはナットの部分で弦の動きが妨げられてしまっていて、ナットからペグの間までの張力が増したために急激にこうグンと動くんですね。ある一点を超えると。その時にピキンっていうような音が鳴るっていうことですね。ピキンじゃなくてクキクキっていう音か。はい。ということで、以上になります。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。